お疲れ様です。前回ですね、エンジンなんとか無事出来上がりましてですね、ご覧の通り、ピカピカになったわけですけど、今回エンジンを乗せちゃおうと思ってたんですね、車に。よくよく考えてみたら、クラッチのですね、フライホイールがなくてですね、溶けたフライホイール、さすがにもう一回そのまま使うわけにもいきませんので、フライホイール待ちです。なので今回は、とりあえずこのエンジン組むためにだいぶ室内のレイアウトを変えてましたけど、この辺片付けてですね、で車を入れて、足回りの4欠化とかその辺をしていこうかなと思います。だいぶ片付きました。ただ寄せただけじゃないかって感じですけど、物がありすぎてですね、無理です。この奥ももう悲惨な状態ですけど、日に日に狭くなっていきますね。このブローしたエンジンをばらした部品が邪魔でしてね、これどうしたものかと。で今年の夏奮発してスポットクーラーというものを買いましたけど、これがまたどこに置こうかと。だからこの狭いガレージっていうか何なんでしょうねに頭だけ突っ込んで足回りを変えていきたいと思います。車も中に入れました。交換する予定のこの純正のナックルやらロア、あとハブブレーキですねも準備してます。で今ついてるのが14純正のナックルとロアなので、これは13純正のロアとナックルですね。やることはこれをそっくりそのまま入れ替えるだけですね。じゃあやっていきたいと思います。それじゃあ5欠の足回りが取れました。で、4欠の足をつけていくんですけど、よく車検で言われるのは、このタイロットの、ボールジョイントのところのここですね、これのガタ、これがガタガタだったら、言われますと、このブーツですね、こいつですけど、こいつにひびがあったりとか、破れてグリスが出とったりとかするともう交換せんと車検は通らないです。でこれもちょっと見づらいですけど、ひびが何ぼか出てますんで、一旦、ナックル外して、ここのブーツを交換してから本体につけていきたいと思います。ちなみに社外品等使われる方は知っておられると思うんですけど、このアームっていう名前がつく分ですかね、こんなだったらロアアーム、こういうアーム系は、社外品だったり、加工してあったりすると車検は通らないです。強度証明の書類だったりとかそういう系で改造申請的なものをすれば通るんでしょうけど、純正のロアアームですね。でこういうテンションロッドっていうんですけど、ロッドって名前がつく分、この中タイロッド、ロッド系は、社外品が入っとっても車検等には関係ないです。みんな知っとられると思うんですけど、一応ならブーツ変えていきます。
そしたら片方4欠が完了しました。特にパパッと変えるだけですね。反対側も同じようにやっておきます。一旦カット。はい。そしたら左側も完了です。フルードがだいぶ抜けましたんで、このいつも通り自転車の空気を入れるところのバルブですね。こんなを、ワンウェイバルブ、ワンウェイバルブ代わりにしてですね、エア抜きをやっていきたいと思います。車高の方も元から高かったですけど、もうちょっと上げといて、あとホイール4欠のホイールですけど、あんまり4欠ホイールは持ってないんですよね。ここも恐ろしいですね。もう入るスペースすらないですけど、リアはこれでいきましょうかね。ちょっとこれフロントには太すぎるんで、そうですね。本当はこいつを車検取ってから履きたいんですよね。こういう懐かしいホイールもあるんですけどね。なぜか探したらもう2本 P1 レーシングがありましたんで、これでいきますかね。なんでこっちが 9J だったはずなんで、リアでこいつが 8J だったと思うんで、フロントに履きたいと思います。そしたらフロントは4欠が完了ですね。4欠になっております。ちょっと溝の具合が微妙なんですけど、このぐらいだったら通るんじゃないでしょうか。4欠にしちゃうんで、まだだいぶバリ溝の NS2R がもったいないですね。4欠で乗るとしたら15インチを履いてみたいんで、こんなは置いときますかね。ちょっと15で走ってあまりにも前に進まんかったら5欠に戻すかもしれません。それじゃあリアですね、続きをやっていきます。ここじゃもう前に行けれんので、ちょっとリアの作業がしにくいので、あっちの舗装のところですかね、やろうと思います。そしたら、何々やるかなんですけど、リアもフロントと一緒ですね。ナックルごとこの5欠のハブを取りまして、4欠のナックルをつけていきます。ブレーキの方式がですね、こんなはスカイライン系の足回りのはずなんで、サイドブレーキが、ドラム式なんですね。で本来、シルビアとか180はリアのキャリパーとサイドブレーキ兼用ですんで、なのでサイドワイヤーも交換ですね。こういう足回りのパーツは刺さってこのナックルを割ったりとかロアを曲げたりとかするかわかんないんで、常に 2,3 セットぐらいはストックするようにしてます。ならちゃちゃっとこんな取っ払って変えていきましょう。取れました。車のパーツって一個一個がマジで重たいですよね。だからこのまだサイドワイヤーがつながってますんで、潜ってこいつ取っていきます。なら、ワイヤー2本ですね、こんな外します。スカイラインとかのドラムブレーキを利用した場合、サイドワイヤーのサイズが変わるんですね。今ここプレートがついてボルトの位置が変わってると思うんですけど、本来だったら純正はここのプラスのとこですね、取り付けのとこが来るんですけど、流用するとここが合いませんので、こういうプレートをつけてですね、流用しないといけません。このプレートが
あんまり柔らかいとこのサイドの感触といいますか引き具合ですかね、ぬるぬるになりますんで、なるべく硬いプレートを使った方がいいと思います。なら外します。やってしまいました。うわ、めんどくさ折りました。やはりね、ちょっと面倒がって遠ミリのボルトをインパクトで締めるのはやめましょう。いや、これはめんどくさいぞ。取れるかな。大体何回ボルト折りゃ気が済むんですかね。割ってくれ。あ、取れるわ。はい、よかったです。今度は手で締めましょう。はい、ワイヤーの取り替えも無事終わりました。ならこっちの4ケツの足回りをつけていくんですけど、こんなもん若干ひび割れてますんで、これも変えときましょうかね。これ本当はこの径に合うなんかパイプかなんかで叩き入れるんですけど、このタイプのブーツだったらこの、プライヤーでも気をつければ入りますんで、破らんようにやってください。これ左用でした。左用だったんで、この5ケツについとるロアは、共通のはずですんで、こいつ外して、ブーツを交換してちょっと用意します。右用も用意しましたんでつけていきます。そしたら無事右リアが4ケツになりました。何事もなく。左リアも交換しておきます。それではカット。そしたら左リアも4ケツ化完了です。こういうフルードがこぼれたところにはちょっと水をかけときましょう。水をかけることによって何がどうなってどうなるかはちょっと分かりませんけど、フルードの、中和されるんですかね。ちょっとようわからんですけど、かけといた方がいいです。なら前と同じように P1 レーシングを履きたいと思います。前後ともに完了です。これもありですね。やっぱり P1 もかっこいいです。ちょっとナットがちょっと嫌ですけど、車高も頭が入りそうなぐらい上がりましたね。足回りも OK ということで、とりあえずこのシートをセミバケに変えようと思います。シートレールの関係ですね。ここにレカロのセミバケがありますんで、こいつをつけます。シートレールちゃんとね、このレカロの、正規品といいますか、シルビア180用、このシールがちゃんと貼ってある分なんで、このシートレールを使ってつけたいと思います。それじゃあシートも OK ですね。ここはね、どうやって刺さったかわかんないですけど、ここにぶっ刺さりました。こうですね。
もったいない。なんか次はテールを変えようと思います。実際テールは後期テールが好きなんですけど、学生の時にお金がなくて売ってしまったんですね。で今思えばだいぶもったいないことしたなと後悔してるんですけど、こんなを中期テールに戻したいと思います。昔は中期テールより後期テール派だったんですけど、だんだんと年を追うごとに中期テールが良かったりとか純正バンパーが良かったりとか、なんかだいぶ感覚が変わってきましたね。じゃあこんなもサクッと交換していきましょう。やっぱり一気に雰囲気変わりますよね。中期テールもかっこいいですね。じゃあ今回はここまでです。あんまり大したことしてないですけど、まあ次回こいつにエンジン積んでいきますんで楽しみにしとってください。ならまた次回で。